2025年2月中旬、東京都練馬区を出発して音機125の相棒パルカ号で埼玉県方面へ門切っています。今日の目的地は埼玉県富士見市の水子貝塚公園です。ここには私の大好物、復元された竪穴式住居や資料館があるらしい。そこへ向かいながら前回に引き続き白内障の話をしようと思います。前回は白内障がいよいよ進行して特に右目が見にくいと話しました。白内障の見え方には個人差がありますが、私の場合はこんな風に光が4つ5つと分散して見えます。多分ですけど、こんな風に線状の濁りが複数伸びてくるタイプの白内障だと推測してます。他にも白く面的に濁ったり黄色く濁ったりいろんなタイプがあるようです。ここで速報です。先ほど検査後の実画像が届きました。全然推測と違いました。お詫びして訂正させていただきます。ではお返しします。白内障は進行を抑える薬はありますが、一度症状が進んでしまうと自然に治ったり薬で戻ったりはしないんだそうです。しかも発症率は50代で約半数、80代でほぼ 100% という、顔のシワとかシミとかと同じ老化現象なんですね。唯一の治療は手術によって濁ったレンズを入れ替えることです。そして入れ替える人工レンズにたくさんの種類があるのです。もちろんそのレンズ選びで見え方が左右されるわけですから、とても重要なんですね。費用もピンキリ。両目で8万から160万とか、売れ幅がめっちゃ大きいんですね。価格帯は大きく分けて3種類。1、保険診療。2、選定療養。3、自由診療。まずはピンキリの霧の方を、安い方から単焦点レンズ。保険が適用されるので費用が安く、右肩もくっきりでトラブルも少ない。白内障手術の9割以上がこの単焦点レンズを選択するそうです。ただしくっきりとピントが合うのは円、中、金のどこか1箇所。合わないところを見るにはメガネが必要になるわけですね。
メガネの使用に抵抗がない場合はこちらを選ぶ方が多いようです。さらに最近ではティントの合う幅が広がったタイプでも保険適用のレンズが登場してきて価格を抑えたまま選択肢は広がっているようです。費用は自己負担率にもよりますが両目でも10万以内で済むようです。メガネの使用頻度を減らしたいと考える方には選定療養という選択もあります。これは手術費用は保険適用ですがレンズは自費となるため両目だと50万から100万くらいだいぶ高額になります。選択できるレンズは国の認可が必要で多焦点レンズとか最近では焦点深度拡張型レンズ多焦点レンズはその名の通り遠中近とか複数にピントが合うメガネの使用はぐんと減るわけです。ただその代わりピントを分散させるわけなので色のコントラストがやや低下したり夜間に光が分散したりと見え方に癖が出てくるようです。焦点深度拡張型レンズというのはなんかすごい技術を使って遠方から中距離までがくっきりしたまま滑らかに見えてさらに夜間の見え方も癖が少ない。その代わり手元をくっきり見たいときは老眼鏡が必要かもといった感じ。まあ我々老眼の世代にとってはあまり違和感がないですよね。3自由診療現時点では国に認可されていない5焦点の多焦点レンズとか渦巻き構造の最新型レンズなんかは自由診療という扱いで手術もレンズも保険適用外なため費用は両目で100万以上が当たり前。また導入している眼科も少なく日本での事例も多いわけではないため入ってくる情報も少なめです。そんな中で私が一番興味あるレンズは自由診療のレイワンギャラクシーさっき紹介した渦巻き構造のレンズです。日本では認可されていないもののヨーロッパでは承認されていて品質に不安はありません。特徴としては AI を用いた光学設計で光のロスがなく遠方から近方までよく見えて夜間も光の拡散が少ないらしい欠点が見当たらないレンズです。 AI を使いこなすのは苦手ですが AI の凄さは日々実感しています。も
ちろん過度な期待は禁物で、生身の水晶体に戻るわけではなく、リスクもゼロではありません。それでも価格を考慮しなければ、最も満足度が確率的に高いレンズだと自分で判断したのです。時点は焦点深度拡張型のキュアシーまたはビビティですね。いずれも選定療養が可能で、手元がぼやけるのを除けば欠点が少なさそうです。ずっと裸眼で過ごしてきたので、メガネはできれば避けたいのです。気になる費用ですが、自由診療の A1 ギャラクシーは聞いた眼科では132万から154万。去年から始めた投資のおかげでなんとか払えないことはなさそう。キュアシーまたはビビティは50万から80万って感じでしょうかね。かなりの差がありますが、目は死ぬまで毎日使います。平均寿命まで生きるとすれば、その差はせいぜい1日100円程度。缶コーヒーくらいですかね。そう考えれば、決して高い投資ではないと思っています。もしも後悔したとしても、一番後悔が少なそうなレンズを選ぼうと思います。ただ詳細な検査はこれからで、既往症とか眼球の歪みとかで希望するレンズが使えないこともあるようです。検査結果等の進捗は次回以降に報告する予定です。午後その今日の目的地に到着しました。水子貝塚公園です。水子は地名のようですね。冒頭にも紹介しましたが、縦穴式住居が復元されています。埼玉県は海なし県ですが、縄文弥生時代にはなんと川越の方まで海だったんですね。そのため貝塚や集落の遺跡が数多く残っているということです。さあ、縦穴式住居に向かいましょう。おや、傷つけるなとありますが、触ってもいいみたいですね。ドキドキしながら触ってみました。柵がないのがありがたい。入り口の方に回ってみましょう。ここには柵がありました。でも希望すれば入れるようです。さすがにそこまでは迷惑なので、今回は遠慮しておきましょう。カメラだけお邪魔します。住居は5つあるようなので、次へ向かいましょう。復元されている住居は
時代ごとに形や特徴が異なっていて、それぞれに説明書きがあります。おや、この住居の入り口には柵がついていませんね。もしかして入れるのでしょうか。お、入れそう。うわ、びっくりした。人形ですかね。内部の生活まで再現してるんですね。お邪魔してすみません。中は意外と高くて広いです。残りの3軒も回ってみましたが、入れたのは1軒だけでした。いやいや、それでも十分楽しめます。維持していくのも大変でしょうが、こんな身近に古代を体験できるのはめったにない機会ですので、末永く保存いただければと思います。入り口付近には資料館もあって、発掘された土器や石器などが所狭しと展示されています。建物は他にも展示館があって、こちらは発掘当時の様子とか、貝塚の断面なんかの展示もあって、こういうのが好きな人にとっては時間をつい忘れてしまうような充実したひとときを過ごせます。難波田城公園もそうでしたが、富士見市の公共施設は素晴らしいですね。白内障を早いとこ手術して、今度はくっきりした視力で裁縫したいと思います。今回の出費、ガソリン代77円、白内障の示覧画像50円、合計127円。読み上げアプリアイビススピーチ、音声合成モデルアイビスハブ田中、音楽ドバシンドローム、歌詞風バイシンサンワークス、カームバイシンサンワークス。提供、田中。